前回はどこまで進んだんでしたっけ？目を失ったのかな？今死体と同じ画角にいるんだわ。チョコパイにハマってます。アリスです。何の自己紹介？では続きから行きましょうか。何にせよこの部屋の情報を手に入れる必要があるみょん。じゃあまずは紐に近寄って見てみます。紐は3ミリほどのもので彼女の姿勢を保たせるように縛るには10分以上はかかるだろう。カナエがこの部屋に来てから再び戻るに10分もかかってないはずだ。明らかに時間的齟齬があるな。紐には文字がびっしり書き込まれているが所々途切れているところがある。紐の文字には考古学で。紐に文字か。成功した模倣さんは死者を眠らせるという内容の助言だとわかる。死者っていうのは静香さんのことなのか？とりあえず紐に関しては以上ですね。その間の2人の行動はどうします？業務は剣について調べたいみょん。私居合ができますから。実際に振り回すのは傘だけどな。それではヨウムさんが刀に近づいて観察してみると、刀剣部分にびっしりと文字が書かれている。文字はどうやら模倣さんが見た紐のものと同じようだが、紐の型と違って文字は途切れたりしていない。また棒の扱いに慣れたヨウムさんには、刀の刺さり具合からかなり扱いに慣れた人間の仕業であるように思う。これはプロの犯行だ。最後にアリスさん。とりあえずやることもないし目星でもしておきますか。では失敗したアリスさんは刑事の勘的なものにより、何かしらの違和感を感じました。しかしその正体に気がつくことはできませんでした。3人が部屋を調べてくると隊がやってきます。カナエから大まかな事情は聞きました。まずは警察への連絡をお願いできますか？あと殺人現場を荒らすのはよくありませんからこの部屋には今後立ち入らないようにお願いします。私は刑事ですので現場を調べておくくらいはできますが？管轄の問題もありますし一応部外者の方ですから。隊はあなた方をこの部屋に入れることを堅くなに拒否してきます。ならここは、心理学で。全員心理学持ってるんですか？当然。心理学ないとか遅れてるよねー。義務教育。これは KP を殺しに来てる。心理学なんで私が3回振ります。まあ失敗の可能性も結構残ってますし大丈夫でしょう。それでは3人は隊が何か隠し事をして探索者たちに誘導をかけていることに気がつきますね。これ絶対3人とも成功したパターンよね。トリマ今の段階で怪しまれても困るし部屋から出るか。とりあえず警察に連絡します。こちら警察です。事件がありまして。ヨウムさんが事件のことを話すと警察は困ったようにこう話してきます。実は昨晩ふもとのトンネルで事故がありましてその影響でそちらの村まで到着することができません。正式な捜査員がそちらの村に到着するのは明日以降になりそうです。とりあえず隣村の交番から警官を1人派遣します。わかりました。ここからは自由探索時間です。さてこっからどう動くか。殺人事件の謎を解きたい感じはするけど一応この村に来た目的は佐々木を探すことなのよね。あとは観光とか嘘っぽい感じで滞在してる堀内が何なのかって話みょんね。そういや今いる神社も調べた方が良さそうではあるな。第三が隠し事をしているってことはこの神社周りに何かあるってことになるしな。そういえば堀内は第三と何か話している様子だったし怪しいかもしれないみょん。とりあえず隣村に行って佐々木の足取りを追ってみるのがいいか。ではロールプレイを再開します。いきなり殺人なんかが起きてとてもびっくりだわ。姉を殺されたかなえちゃんのメンタルが心配です。行きましょう。かなえはショックのためか寝込んでいるので面会できません。これは文句なしの有能キーパー。ついでに銃の使用許可もくれるとさらに有能なんだけど。仕方ないな。そんなに褒められない人生を送ってきたのか。というか正気に戻れ。確かに殺人事件について気にはなるがとりあえず佐々木を探そう。それがここに来た目的でもある。それもそうね。昨夜動いている佐々木本人を見たが佐々木っぽくなかったんだよな。とりあえず教授の足跡を追うためにも隣村の神社に行きましょうか。一同は神社歩いて隣村の神社まで来た。神社にはご神体として紐が祀られているようである。紐にはびっしりと文字が書かれている。その文字は静香がくくられていた紐や刀と同じものか？文字は同じものであり静香がくくられていたものと違い途切れたりはしていません。静香をくくっていた紐は不完全なのか？そうしていると神主らしい男が話しかけてきます。こんな偏僻な場所の神社にお客様とは珍しいことで、何かご用がございましたらいつでもお申し付けください。それでは一つ尋ねたいことがありまして、この方に見覚えはありませんか？ 1 年ほど前にこの神社に訪れたらしいのですが。確かにこの方が1年前にいらしたのを覚えておりますよ。民俗学の教授でこの神社の演技書が読みたいと。間違いなく教授みょん。その演技書今貸していただくことは可能ですか？持ち出しは不可ですがそれでもよろしければ。ありがとうございます。読み解くには人類学か考古学のいずれかでロールをお願いします。
読んでいる間暇だし境内の探索でもしてるみょん。了解。じゃあちゃちゃっと情報収集しますか。よし。それでは成功したモコウさんは隣神社の演技書の解読に成功しました。内容は上記の通りです。気になるポイントはいくつかある。この貨車だな。貨車とは死体を奪っていく妖怪のことです。次に紐はどこか別の神社から授かってるってことか。順当に考えれば菊沼神社からもらったというのが正解だろうかね。そうすると紐や呪言の謎を解くためには菊沼神社を探索する必要性がありそうってことか。とりあえず読み終えたけど二人はどうしてるだろうか。神社を漁るのは決定したけれども神主さんがいる手前いろんなところを物色することはできないわね。私にいい案がありますよ。どちらかが何かしらの技能で神主さんの気を引いている間にもう片方目星する作戦です。それは明暗ね。というわけでアリスさん何か奇抜な行動をよろしくお願いします。その前にあなたの目星の成功率を教えてもらってもいいかしら？ 25% ですかね。初吉じゃねえか。全然普通に初吉じゃない。私目星60あるのよ。初吉で4分の1も成功するので大丈夫です。わけのわからないことを言うのはやめてさっさと神主さんの気を引いててよ。仕方ありませんね。それじゃあよろしく。さて任されたからにはこなさないといけませんね。というわけで傘い愛で傘を美しく振り回します。傘を振り回す？それでは成功したヨウムさんは美しく舞う蝶のように傘を振りました。わー。ここがもし大勢の人が行き交う道路ならば皆足をとどめ拍手喝采したことでしょう。これ何の時間？もう少し待ってあげて。非常に感動した。他の傘演舞も見せていただけないだろうか。喜んで。もはや洗脳だろこれ。今がチャンスみょん。目星頼んだみょんよ。じゃあ行くわよ。では成功したアリスさんは祠の近くにタバコの吸い殻と油性ペンの蓋が落ちているのを発見します。またタバコの吸い殻はかなり珍しい種類のものだとわかります。タバコが珍しい種類なら誰なのか特定もできそうですね。しかし今のところタバコを吸う人に会ってないのよね。ではそんなところで3人が合流を果たします。実はカクカクしかじかってことがわかったんだ。つまり菊沼神社を調べる必要があるってことですね。佐々木のやっていたことをたどるにはそうするのが正しいと思う。こちらはタバコと油性ペンの蓋を発見しましたよ。油性ペン？モコウさんは刀に油性で呪言が書き写されていたことを思い出します。そういえば刀に油性で呪言が書かれていたな。つまりタバコの持ち主がここで刀に呪言を書いてそれで静香さんを刺したというストーリーが自然かしらね。それでいて刀を使い慣れている。静香さんをくくったトリックは分かっていませんがかなり犯人像が浮かんできましたね。この後はどうしますか？そろそろ警察が現場検証を終えたところだろう。一応話を聞くのは？じゃあそれで行きましょう。3人は神社を後にして菊沼村に戻った。社務所の方に戻ってくると警察官がいた。早速声をかけます。すいません。私こういうものなんですが現場検証と聞き込みの結果を聞いてもよろしいかしら。と言いつつ警察手帳を見せて説得するわ。信用が適切な気がしますがロールプレイがちゃんとしているので説得でも大丈夫という感じで。成功したアリスさんは警察官から話を聞けるようになりました。何なりとお聞きください。ではまずアリバイがない人はどのくらいいましたか？事件当時はほとんどの人が山で獣の捜索をしており誰にもアリバイはありません。ただし妹さんの証言で犯行可能時間は5分にも満たないのに不可解な紐を施すには10部はかかるはずでおかしいんですよね。他に何か気になる情報はありましたか？特にありませんかね。そうですか。ありがとうございました。いいえ。ここからどうするみょん？あとはかなえに話を聞くくらいか？メンタルケアが大切って古来より言われてるから、急に元気になったな。かなえを訪ねて彼女の部屋を訪ねると暗い顔をした彼女がそこにいた。皆さんお揃いでどうしました？倒れたみたいだから心配で様子を伺いに来たんだ。体調はどう？さっきよりはいい感じです。それはよかった。なんでそんなにうまく声かけられるの？ですかねイラ、お姉さんのことは残念だった。そう、お姉ちゃんはどこ？お姉さんはちょっと待ってください。どうしたんだ？なんか様子がおかしい感じがします。お姉さんがどうなったか覚えてる？言ってるんでしょ？今はどこにいるの？その発言に心理学で。それではかなえは生きているのを信じて疑わない様子である。胸に刀が刺さってるのを見たのに狂気ってことじゃないかしら？今はそっとしておいて叱るべき治療が必要に感じます。それもそうか。病院で先生が確認しているから気負いすぎないようにね。部屋を出ます。ここで一旦描写を挟みます。なんだかんだと探索や聞き込みを行っているとすっかり夜になってしまった。探索者たちは夕食をとり部屋に戻る。今日はかなり探索が進んだな。
佐々木教授の結局の目的があまり分かってないのが問題ですけどね。だからこそ深夜にこの神社の本殿に忍び込もうと思うんだ。タイさんは何かを隠してるみたいよね。などと今後の予定について話していた3人は聞き耳をお願いします。リベンジ成功。それでは成功したアリスさんは焦げ臭い匂いを感じ取ることができます。何か変な匂いを感じる。何かが燃えているような匂いだ。ここが燃えていたらまずい。探索者が匂いの元をたどっていくと、火葬場にたどり着く。炉の中からは老婆の叫び声が聞こえてくる。炉の近くにはおそらく軽油などが入っていたであろうポリタンクが散らばっていた。助けておくれ。熱い熱い熱い。開けておくれ助けて。いや開けてはならぬ。わしが入ったんじゃ。燃やしおくれ。このような老婆の悲痛な叫び声を聞いた探索者たちは産地チェックです。そのうち異変に気がついた隊や警察官がやってくる。炉の機械を操作して救い出そうとしても炉の温度が下がらない限り炉を開けることはできなかった。警官はポリタンクに水を入れて消火しようとしていたが焼け石に水で、最後には水を入れたポリタンクを落とし呆然としてしまった。老婆の声は長く続き10分が経った頃細くなって消えた。死体は顔もわからぬほどになっていた。どう見ても10分も声を上げられるようには見えない。改めて産地チェックです。警官が解散を告げて各自家に帰っていく。ここで目星をお願いします。成功したお二人は森の方から男がこちらを覗いていることに気がつく。佐々木。探索者が近づくと佐々木は森の方に消えていった。彼のいたところには泥が落ちていた。部屋に戻ると堀内が話しかけてくる。俺はもうこの恐怖に耐えきれる気がしねえ。もしかしたら誰かに話して俺が楽になりたいだけかもしれねえ。少し話を聞いてくれないか？